自己肯定感を高めるには、うまくいってる人の考え方と実践ステップ。また、仕事でミスをしてしまった。自分はなんでダメな人間なんだろう。SNS を開けば、キラキラした他人の姿ばかりを目に入り、ついつい自分と比べて落ち込んでしまう。そんな風に自己肯定感が低くて生きづらさを感じていませんか？実は人生がうまくいくかどうかの最大の鍵は、自分を好きになり、自分の価値ある存在だと信じる気持ち、自尊心にあります。自己肯定感が高まれば、他人の目から解放され、心からリラックスして毎日を楽しめるようになります。この記事では、累計100万部を超える普及の名著、うまくいってる人の考え方、完全版をベースに、自己肯定感を高めるための具体的な思考法と実践ステップをわかりやすく解説します。最後まで読めば、きっと今日から自分を大切にする生き方をスタートできるはずです。自己肯定感を高めるうまくいっている人の考え方とは、自己肯定感、自尊心が人生の幸福度を決める理由。結論から言うと、自己肯定感、自尊心は人生のほとんどすべての局面に大きな影響を与えます。なぜなら、人間関係や自信の度合い、職業の選択、幸福感や心の平和に至るまで、私たちのあらゆる決断の根底には、自分をどう評価しているかが結びについているからです。例えば、自己肯定感が低いと、無意識のうちに自分にはこの程度の仕事がお似合いだと妥協し、嫌な仕事を我慢して続けてしまいがちです。逆に、健全な自尊心を持っていれば、自分は心から楽しめる仕事をするに値する人間だと信じ、より良い環境を選ぶことができます。つまり、幸せで充実した人生を送るための土台こそが、自己肯定感を高めることなのです。自分はダメな人間という思い込みは、今すぐ捨ててられるでも、子供の頃からずっと自分に自信がないから変わるのは無理かもしれない。そう諦める必要は全くありません。自己肯定感を取り戻すのは、実はそんなに難しいことではないのです。多くの人が自分は自分の人生を切り開くことができない弱虫だ。みんなより劣っている欠点だらけだと思い悩んでいます。しかし、これらは単なる成長の過程で経験した不快な出来事が作り上げた間違った思い込みに過ぎません。あなたは生まれた時からすでに価値のある存在です。地位や財産、学歴といった特別な条件を満たさなくても、あなたの人間としての生来の価値は一生変わりません。自分には価値があるという事実に目を向け、考え方を少し修正するだけで、長年あなたを苦しめてきた心理的な鎖は簡単に外すことができるのです。今日から変われる。
自己肯定感を高める3つの思考法。1、完璧主義を手放し、自分のミスを徹底的に許す。一つの具体的な思考法は、完璧主義を手放し、自分のミスを完全に許してしまうことです。失敗したとき、自分はなんでバカなんだと厳しく責めるのは、今すぐやめましょう。自分を非難すると、かえってプレッシャーがかかり、さらにミスを繰り返すという悪循環に陥ってしまうからです。例えば、仕事でうっかり計算ミスをしたとします。意図して惨めな気分になろうとしてわざとミスをする人なんていませんよね。誰もが不完全であり、完璧に何事も成し遂げる人などこの世には一人もいないのです。そんな時は心の中で大丈夫、大したことはないと自分に優しく声をかけてあげてください。自分に寛大になれば心に余裕が生まれ、なぜ間違えたのかを冷静に学び、次につなげることができます。すべてのミスは学ぶための絶好の機会です。どんな大きなミスであっても 100% 許してあげるのがうまくいっている人の考え方です。2、他人の評価を気にせず、他人との比較をやめる。2つ目は、他人との比較をやめ、他人の目を一切気にしないことです。他人と自分を比べる習慣は、落ち込んだり不満を抱えたりする原因になるだけです。あなたのセルフイメージを育てる妨げにしかなりません。また、他人の評価というものは、その人自身の勝手な基準に基づいた不正確なものであることがほとんどです。私たちはつい地位や財産、学歴などで人の優劣を判断しがちです。しかし、そうした上辺だけの条件は人間の価値とは一切関係ありません。あなたは地球上に住む他のすべての人と同様、独自の長所や才能、人生経験を持つユニークで個性的な存在なのです。自分は自分、他人は他人と割り切りましょう。他人からのマイナス評価は大きく割り引いて聞き、比較するのをやめることで本当の自信が育ちます。3、すべての出来事をポジティブに解釈する。3つ目は、身の回りの出来事をポジティブ、前向きに解釈する習慣をつけることです。世の中に起きる出来事そのものには本来良い、悪いという色はありません。それをどう解釈するかはすべて私たち自身の心の持ち方にかかっています。例えば予想外のトラブルに見舞われて計画が狂ったとき、それを最悪な一日だと捉えることもできれば、ここから学べることは何か、他のプラスの側面はないか、と前向きに解釈することもできます。次は、ポジティブ思考を身につける手順。手順1、困難な状況でもポジティブな側面を無理にでも一つ探す。
手順に、どうせ自分なんてと自分をけなす言葉は浮かんだらすぐストップする。手順3、毎日寝る前に自分の長所や今日できたいい行動、挨拶できたなどをノートに書き出す。どんな出来事にも必ず良い面はあります。物事をプラスに受け取る習慣がつけば、毎日が快適になり、驚くほど人生が好転していきます。自己肯定感を高める際のよくある間違いや注意点。無理をしていい人を演じようとする罠。自己肯定感を高めようとする過程で絶対に避けるべき罠があります。そのヒットがすべての人から好かれようと無理をしていい人を演じることです。誰かに嫌われたからといって好かれるために自分を変える必要はありません。世の中には様々な人がいるため、すべての人に好かれることなど不可能ですし、そもそもその必要もないのです。もししたくない仕事を押し付けられそうになったら、はっきりとノーと断りましょう。相手を喜ばせるために自分の人生や時間を犠牲にしてはいけません。自分を利用しようとする人には、偽善とした態度をとり、いい人を辞める勇気を持つことが、あなたの自尊心を守ってくれます。自分の思い通りに他人を変えようとするのは NG。もう一つ注意したいのが、他人を自分の思い通りに変えようとすることです。人間関係のトラブルやイライラの多くは、相手が自分の期待通りに動いてくれないという不満から生まれます。しかし、他人には他人の背景や考え方があり、あなたの思い通りに動く義務は一切ありません。相手を変えようと必死になって時間を浪費するよりも、自分の態度や受け止め方を変える方がはるかに現実的で簡単です。他人は他人と境界線を引き、過度な期待を捨てることで心はすっと軽くなります。まとめ、自分を好きになるためのファーストステップ。いかがでしたか？本記事では、名著、うまくいっている人の考え方をもとに自己肯定感を高めるための秘訣をお伝えしました。この記事のまとめ、自己肯定感、自尊心が人生の質と幸福度を大きく作用する。完璧主義を手放し、自分のどんなミスも 100% 許す。他人と比較せず、自分の存在そのものに価値があると信じる。全員から好かれようとせず、嫌なことにははっきりノーと言う。出来事そのものに良い悪いはなく、ポジティブに解釈することが重要。アクションプラン。次はこれをしよう。まずは今日から毎日30分。自分のためだけの質の高い時間を持つことから始めてみませんか？好きな本を読む。美味しいコーヒーを入れる。好きな音楽を聴きながらのんびりする。どんなに簡単なことでも構いません。自分はそれを楽しむに値する人間だと実感し、自分を大切に扱うことが自己肯定感を高める最高のファーストステップです。
あなたは今まで完全に価値のある素晴らしい存在です。ぜひ今日からうまくいっている人の考え方を取り入れて、あなたらしい自由で最高の人生を歩んでいきましょう。